ぽっこり下腹や浮き出る腰肉の原因は腰の筋膜やリンパにあります。年末年始にかけてお腹の脂肪をたくさん蓄えてしまった方とっても多いと思うんですが、今日の動画を飛ばさずに見ることで確実にすっきりします。下腹や腰肉がつきやすい時って姿勢の悪さからお腹に力が抜ける分、腰が代わりに頑張ってしまうからなんですよね。腰には胸陽筋膜っていうひし形の形をした大きな筋膜があって、お尻の筋肉と背中の筋肉を対角線上につなげている筋膜なんですが、猫背や股関節がうまく使えないことが原因で胸陽筋膜が硬くなってしまうんです。筋膜が張るとリンパの通りが悪くなってしまいますから、血行不良、腰痛を引き起こしてしまい、お腹周りの筋肉が弱ることでウエスト周り全体的に脂肪が溜まってしまうんです。本日行う内容としては4つあります。胸陽筋膜をまずは剥がして腰を柔らかくしていきます。まずこの筋膜が剥がれてない状態ではどうしても腰への負担が大きくなってしまいますので、これは準備段階として必ず行っていきます。2つ目が胸陽筋膜を対角線上につなげている筋肉の広背筋とお尻の筋肉をしっかりとストレッチして伸ばしていきます。この緊張が取れない状態ではお腹の筋肉がしっかり使えないのでね。で3つ目が腰やお腹のツボをしっかりと刺激してあげて、お腹周りの筋肉を使いやすくさらにしていきますよ。で4つ目、最後にお腹や腰周りの筋肉を軽い運動で刺激してあげて、しっかりと体をすっきりさせていきたいと思います。それでは始めていきましょう。それでは膝立ちでもいいですし、座った姿勢でもいいんですが、ここにね、胸陽筋膜ってこういう風にひし形になってますので、胸陽筋膜の部分をイメージしながらつまんで皮膚を剥がしていきます。そう、胸陽筋膜ってこういう感じでね、でつまんでしっかりと剥がしていく。筋膜っていうのは鶏の胸肉の皮を剥がす時になんか膜みたいなのがあると思うんですけど、あれを筋膜っていう風にイメージしてもらうといいんですね。でああいうのって押しつぶしてもなかなか剥がれないようで、こうやって皮膚の上からつまんで揺らしていくことで筋膜が柔らかくなって剥がれていきます。腰もとっても楽になるんですけど、このね腰をほぐすだけだとどうしてもねすぐ再発してしまうので、今日は再発防止のためのメニューでしっかりと組んでいきますのでね。はい、 OK です。もうこれだけでもかなり腰周り柔らかくなったの分かりますよね。はい、そしたら右側の膝を前に出して左の膝を後ろに折りたたんだ状態で右の手を万歳して手首持ちます。手首持ったら背骨を丸めながら左側の方に手首をぐーっと引っ張ってみてください。そうすると広背筋っていう大きな筋肉が伸びてくるのがわかると思います。一回吸って戻って吐きながらもう一度ぎゅーっと引っ張っていきます。左の斜め下の方に手首を引っ張っていく。はい、 OK です。じゃあそしたら反対側も同じようにやってみますね。はい、左の足を前に出してもらって、左の手首を右斜め前の方にぐーっと引っ張っていきます。背骨を軽く丸めるようにすることでしっかりと伸びを感じられると思います。吸いながら一度戻り、もう一度吐く息でぐーっと引っ張っていく。吸って戻って吐きながらもう一度いきます。はい、 OK です。はい、そしたらお尻の筋肉を伸ばしていきたいと思います。体育座りの姿勢から左の足をこうやって折り曲げた状態で右のもも裏をトポトポと歩かせて揺らしていきます。左側のお尻が伸びてくる感覚があると思うんですが、それで大正解です。であまりにもこうやって背骨が悪くならないように軽く座骨を立てるようにしてもらって、胸を天井方向に軽く引き上げながら伸ばしていきましょう。無理のない程度までお願いします。お尻の筋肉が伸びてればそれで大正解。はい、 OK です。じゃあ反対側も同じように行ってみましょう。4の字のポーズにしたら
あまりにも猫背にならないように胸を軽く天井方向に引き上げるように、ゆらゆらゆらとすると右側のお尻が心地よく伸びてくると思います。お尻と広背筋を伸ばすだけでも腰痛はかなり改善していきますが、やはり胸腰筋膜の剥がしもとても大事ですね。はい、 OK です。じゃあそのまま膝立ちの姿勢にもう一度戻ってもらって、じゃあ左の手を頭の後ろに回して横に伸ばしていきます。体を右側に倒していくと、ここね、腰の横側が伸びてくる感覚があると思います。吸いながらもう一度戻って、肩上げないように肩しっかりと下げて、はい、脇腹伸ばしていきましょう。腰回りしっかりと伸びる感覚あります？はい、もう一度戻って吐きながらもう一度。はい、 OK。 はい、そしたら反対側もいきますね。頭の後ろに右の手回し、左側に体を倒していきます。脇腹が伸びてくる感覚があれば大正解。肩上げないように肩しっかりと下げて、吸って戻って吐きながらもう一度。心地よく伸びてくれば大正解ですよ。吸いながらもう一度戻り、吐きながらもう一度。こうやっていろんなストレッチして伸ばしてみて、自分が一番硬いなって思う筋肉があればぜひぜひコメント欄に残してみてください。そうすると今後動画を作成する時にとっても役立ちますのでお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあそしたらツボを今から押していきたいなと思うんですけど、骨盤がこうやってあるととんがってる骨の内側です。内側ね、脈体っていうツボを押して横に体をずらしたりしてみましょう。ただ押すだけでも大丈夫ですよ。で、これが押しづらいなっていう人はこういうボールペンなどを優しく使ってもらっても大丈夫です。親指をぐさっとさすだけでも大丈夫なのでね。はい、 OK。 ではおへそから指だいたい3本下あたりにまた指を押してもらって下に下げるようにしてみましょう。この辺はね、腸腰筋も通ってるし、骨盤底筋群もあったり、あとは腹横筋もあったり、いろんな筋肉が合わさるところなのでね、癒着が意外と起きやすいです。下腹を下に下げるようにこう肝元っていうツボを下に押していきます。はい、 OK。 とっても上手にできました。これ今までやった内容をもう一度繰り返していきます。まずは胸腰筋膜ね、はい、ひし形をイメージしながらつまんで揺らしていきます。つまんで揺らしていきましょう。ここの癒着が剥がれるだけでも本当に体は楽になると思います。あとね、アフター楽しみにしてくださいよ。つまんで揺らす、つまんで揺らします。 OK です。それではもう一度マーメイドさん座りになってもらって、右の手を万歳し、耳から腕が離れないようにしながら手首を左の下にぐっと引っ張っていきましょう。背骨しっかりと丸めるようにしてあげると、しっかりと広背筋全体的に伸びてくるのがわかるはず。吸いながらもう一度戻り、吐きながらもう一度倒れて、しっかりとみぞおちあたりグイッとえぐるようにしてあげてくださいね。もう一度戻って、じゃあラストを倒して手首しっかりと引っ張っていきます。 OK です。じゃあ反対側もやりますね。マーメイドさん座り、左の手を万歳、手首を持ったら背骨をしっかりと丸めながら右側の斜め前の方に向かって手首をぐいっと引っ張っていく。この広背筋ストレッチすごく気持ちいいですというコメントたくさんいただいてますし、これは背中のこりを解消するにも腰痛を解消するにもとってもいいストレッチになってますので、皆さんぜひぜひ日頃から習慣化してみてくださいね。
OK。では体育座りからこうやって4の字を作ります。はい、胸に足を近づけたらあまり猫背にならないようにしっかりと胸を天井方向に引き上げるようにしながら肩すくめないようにしてゆらゆらっと揺らして、お尻の筋肉さっきよりはちょっと柔らかくなったなっていう感覚ありませんか？であればそれでバッチリですよ。さあゆらゆらって揺らしていきましょう。お尻の筋肉は鍛えるのも大事、ただ伸ばすのもとても大事です。伸長と収縮どっちも大事ですから。じゃあ反対側もいきますね。胸天井方向に引き上げた状態で右側のお尻伸ばしていきます。必ず深呼吸は忘れないようにしてくださいね。さっきより伸ばしやすくなったとかそういう感覚があればバッチリですよ。大正解。はい、 OK です。ではもう一度膝立ちになって左の手を頭の後ろに回し、じゃあ横に体を倒していきます。右側に体を倒すとここ腰回りの筋肉が心地よく伸びてくる感覚があると思います。呼吸はね、ご自身のタイミングで構わないので必ず止めないようにだけお願いします。でこうやって肩すくめないようにしっかりと肩下げるように意識してください。 OK。 じゃあ反対側ももう一度いきますね。反対側の手を頭の後ろに回したら横に倒していきます。ここ伸びるだけでも腰結構楽になるよっていう方多いと思います。内腹斜筋群と外腹斜筋群を今伸ばしてます。もう一度戻して。腹筋群って意外と猫背になったりすると縮こまりやすいので、ここを伸ばすだけでも結構腰回りだいぶすっきりする感覚あると思いますよ。はい、 OK です。とってもいいでしょう。では体膜っていうツボ押しもう一度いきますね。ここ骨盤のトップ、ここ前の方からぐさっと指をさしてもらってグリグリとほぐしていきます。と横に体を揺らしてもいいですし、そのままグリグリとほぐすだけでも大丈夫です。なんかもうこれだったら結構デスクワークの間にもできると思うので、ぜひぜひここを押すと私は腰が楽になるよっていう人はここを押すようにしてみてください。あとは反り腰の方もここを押してあげるとちょっと改善されていきます。はい、 OK。 じゃあ次肝元っていうツボを押していきましょう。おへそから指3本分ぐらい離れた下のところを指でぐさっと刺して下に下ろしていくようにしていきましょう。そう、ぐりぐりと。この辺はお腹のね、なんだろう、筋膜もあれば筋肉もあれば、そしてリンパも通ってるので結構この辺はリンパの通りを良くするためにも大事なところ。はい、 OK です。はい、もうこれだけでもかなり体軽くなったなっていう感覚あると思うんですけど、では仰向けになります。仰向けになって右側の膝をぐっと抱きかかえた状態で左の膝の真下にかかとがくるようにしたら腰を丸めながらゆっくりとアップ。あんまりお尻上がらなくても大丈夫なのでお尻を上げ下げしていきます。腰を完全に丸めた状態をキープするために今わざと片足は胸に近寄せた状態でヒップリフトをしてます。お尻の筋肉ね、意外とここ下の方が使えてない人だと腰周りに緊張が入りやすくてお腹周りがシェイプしにくくなりますので、これすごく大事なトレーニングになってます。じゃあ反対側も膝の真下に必ずかかとがくるようにしたらヒップリフト、腰しっかりと丸めるようにして、でかかとがお尻にあまりにも近すぎるとどちらかっていうと膝に負担がかかる人も中にはいると思いますので、
必ず膝の真下にかかとが来てるかどうか確認しながら行ってください。主に大臀筋の下部っていうお尻の下の方の筋肉を使ってます。はい、 OK。 で仰向けの状態で足伸ばします。そのまま万歳して顎しっかりと引くようにしたらグーを作ります。鼻から息を大きく吸い、吐きながら露骨を閉じながら腰と床の隙間しっかりと潰して、しっかりと吐き切る吐き切る。おへそが背骨に近づいていく感覚感じながらお腹の収縮感じてみてください。吐き続きます。細く長く吐き続けてください。腰しっかりと潰れるようにしてくださいね。 OK、 いい感じでしょう。じゃあその状態から四つん這いの姿勢になります。四つん這いの姿勢から肩の真下に手首になったら鼻から息吸って吐きながら腰丸めて、お尻を軽く後ろに引いて、腰の伸びを感じながらお腹の内側にある収縮を感じてみて、筋肉の腹横筋っていうインナーマッスルの筋肉が使われると同時に腰周りの筋肉の緊張が取れていきます。その状態から肘を床につけて肩の真下にしっかりと肘があるかどうか確認、しっかりと肘で床を押しながら肩すくめないようにして片足ずつ伸ばして、で腰がこうやって反らないようにしっかりと丸めた感覚で、これで前後にゆらゆら息ふーっと吐きながら前後にゆらゆらしていくんですけど、ちょっと顎上がったり頭下がりすぎたりしないようにで、肘でしっかりと床を押してください。でこれきついなっていう人は膝ついたまんまでも大丈夫ですからね。はい、 OK です。ではもう一度同じトレーニング繰り返していきましょう。じゃあ左の膝の真下にかかとが来るようにして右の膝をぐっと抱きかかえた状態で腰1ミリも反らないようにしながらお尻を上げ下げ。大臀筋の下部に効いてますか？ここの筋肉が使われないとなかなか腰周りの肉ね取れないし、お腹周り使いにくくなるのでしっかりと大臀筋の下部も鍛えるようにしていきましょう。はい、ちょっとだけきつくなりましたね。じゃあ右の膝の真下にかかとが来るようにしっかりとセットしたら顎しっかりと引くようにしましょう。胸に膝を抱きかかえた状態でヒップリエット。あんまりお尻上がらなくても大丈夫です。でね、膝があまりにも痛くなるよっていう人は前ももが硬いという証拠なので、このトレーニングをやる前に前ももを伸ばすストレッチをしてあげるといいと思います。これまで反り腰改善をするっていう動画を配信したことがありますが、その動画の中に前ももストレッチたっぷり入ってますので、ぜひやってみてください。はい、 OK。 では足伸ばして両手万歳して手グー作りながら鼻から息吸って吐きながら腰と床の隙間潰して肋骨しっかりと閉じる感覚感じてみて、ふー。おへそが背骨に近づいていきながら息ふーっと細く長く吐き続けていきます。お腹の内側にある腹横筋っていうインナーマッスルが収縮される感覚があると思いますよ。そんなにきつくないトレーニングだと思うんですけど、これすごく大事なトレーニングです。 OK。 では四つん這いになります。肩の真下に手首を置いて息吸って吐きながら腰丸めてお尻後ろに引いていきます。吸って戻って吐きながらもう一度吸って戻る、吐いてもう一度。ここで少しだけキープします。息ずっと細く長く吐き続けてくださいね。OK。 ではそのままエルボプランク、肩の真下に肘を置きます。はい、1本ずつ足伸ばしたら腰丸めて
ここで前後に揺らしたり横に揺らしたりしていきます。で必ず腰が反らないように腰は必ず丸めた状態でやってください。で横にこうやって振ってしまうと、私はどうしても腰が反ってしまって腰が痛くなるよっていう人は無理して横に振らなくても大丈夫なので、とりあえずは前後の揺らしからでもお願いします。はい、肩すくめないで。はい、 OK です。じゃあお尻かかとにつけたら、今日はこれでまずおしまいになります。はい、皆さんお疲れ様でした。ちょっと優しすぎるからもっときついメニューがいいなとか、きつすぎるからもう少し優しいメニューをっていう場合でもいいので、何でもいいのでぜひコメント欄に要望があればぜひ残してください。最後までこの動画を終えた方、高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。それでは明日は今日より綺麗になりますように。またね、バイバーイ。